どうも、ケイスケです。動画編集を始めて約10年ぐらいが経ちました。僕は普段ね、YouTube に動画をアップロードしてもう本当に毎日のように動画編集ソフトに触っているんですけども、毎日のように触るからこそどの動画編集ソフトが良くて自分の作業を効率化するためにはどれが一番ベストなのかっていうのを常日頃考えて、動画編集してるんですよね。で、2026年現在本当にたくさんの動画編集ソフトがあってぶっちゃけどれを選べばいいか迷いますよね。で、去年ぐらいまでね結構縮図というか勢力図みたいなのが一緒だったんですよ。一緒だったんですけども、やっぱ去年の末あたり、特に今年2026年のやっぱ上旬あたりで AI が来たじゃないですか。その AI が来てガラッと動画編集のやり方あり方っていうのも変わってきたんですよね。なので今回はもうそれを踏まえた最新版です。もうぶっちゃけとりあえずみんな使ってるからこれでいいやで選ぶと本当に後悔すると思いますので、僕なりにいろいろ使ってきた経験とかを含めてどの動画編集ソフトに合ってるか、本当にそれぞれ得意技っていうのが全然違うので、今回は今見てくれてる人に向けての最適解をご紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回ご紹介するのは動画編集ソフトのおすすめなんですけども、今回紹介する動画編集ソフト主にですね6個かな、はい、あります。で6個、僕が紹介するのは基本的にはパソコンで編集するものなんですけども、プラスしてスマートフォンで編集するには何がいいかっていうのもちょっとご紹介していきたいと思います。でまずざっくり動画編集ソフトの自由度についてちょっと話していきたいんですけども、まず一番定番の3つっていうのがあります。その定番の3つっていうのがプレミアプロ、ダヴィンチリゾルブ、あとはファイナルカットプロですね。この3つがあって一番自由度が高いのはプレミアプロとファイナルカットプロかな。ややもしかしたらプレミアプロの方がちょっと自由度というか最終的なできるものっていうのが多いかもしれないんですけども、その2つが一番自由度が高くて、そのちょっと下にファイナルカットプロがあるという感じです。そこからグーグッとやれることが少ないんだけども、フィモーラとかキャンバっていう動画編集ソフトがあって、最後僕がねめちゃくちゃ使っているブリューっていうね動画編集ソフトも使っていこうと思います。でこれだけ見るとできることが多いソフトの方が絶対ええやんと思うかもしれないんですけども、逆に言うとできることが多い分ちょっとつまずくポイントとか機能が多すぎて、迷っちゃうとかそういうのもあったりやっぱするんですよね。なので逆に言うとフィモーラとかキャンバの方がちょっととっつきやすい面もあったりします。それも含めて今回はそれぞれの動画編集ソフトの特徴と得意技全部ご紹介していきます。でいろいろ紹介していく前にとりあえず結論から知りたい人もいると思うんで、もうぶっちゃけ言っておきます。普段のこういう僕みたいな YouTube のトークみたいなのねをメインで編集する人、こういう人はファイナルカットプロが一番おすすめです。これが一番早いと思うし効率化できると思う。なのでファイナルカットプロがおすすめですね。でいやいやこういうトークとかじゃなくて、コーポレートの動画とかあとは MV とかそういうのやりたいよっていう人は、プレミアプロかダヴィンチリゾルブ、この辺から入るといいかなと思います。でこの3つが僕はやっぱ基本だと思ってて、これやっておけば基本ねできることが多くて後悔しないと思うんですよね。もちろんね YouTube を作るだけだったらフィモーラとかの方が UI は簡単だったりするんですけども、やっぱその分こういうことしたいのにちょっとできないとかね、たまにつまずくこともあると思うんで、僕の個人的な推しで言うとやっぱこの3つかなと思います。でそれを踏まえた上で一個一個ちょっとねどういう得意技があるかご紹介していきましょう。ケイスケの動画。はい、ということでここから一個一個ご紹介していきます。まず一つ目紹介するのがファイナルカットプロですね。これは僕の YouTube 動画の本当に相棒です。でなぜこれを僕が普段使ってるかでいうと、トークベースのもう YouTube やるんなら最速です。僕は昔プレミアプロっていう動画編集ソフト使っていたんですけども、そこからファイナルカットプロに変えて、こういう要はトーク系の動画をやるときに、例えばプレミアプロだったら 2,3 時間かかったものが多分ファイナルカットプロだったら1時間ぐらいで終わります。そのぐらいめちゃくちゃ早いです。でなんで早いかっていう話なんですけど、このソフト独特のマグネティックタイムラインっていうのを採用してるんですよ。このマグネティックタイムライン何かっていうと、左から詰まっていくようなタイムラインになっています。なので普通のソフトだと例えば動画のクリップを上に乗っけちゃうと間違えて消しちゃうとかそういうのあったりして、せっかく編集したのに消えちゃったとか、そういうのが結構起こりがちで、僕もねそういう事故何度も引き起こしてきたんですけども、ファイナルカットプロに関してはクリップ同士が磁石みたいにくっついてくれて、で勝手に動画入れようとすると避けてくれるんですよね。
なので動画を上書きしちゃう心配っていうのがなくて、そういうところはすごくありがたいなと思っています。あと僕ね、 YouTube の動画を普段編集するので、やっぱ修正が入った時に修正しやすかったりするんですよ。どうしても後からご紹介するプレミアとかダヴィンチリゾルブっていうのは、動画を消すとその間詰めたりする作業っていうのが結構大変だったりするので、やっぱり動画の修正とかも含めるとファイナルカットプロめちゃくちゃ楽だなと思います。あとはですね、シンプルにすごく動作がサクサクです。僕普段は MacBook Pro っていうね、結構スペックのいい PC を使ってはいるんですけども、これが例えば MacBook Air とかちょっとスペックの低い PC だったとしても 4K で全然サクサク動くんですよね。そういう重たい映像っていうのを入れてもサクサク動いてくれるっていうのもかなり Final Cut Pro の嬉しいところかなと思います。他のソフトだと結構スペックの要求が多かったりするので、なんかやっぱ使ってて一番軽いなって思うのは Final Cut Pro かなっていう感じですね。でその代わりデメリットというか、条件的な部分かなが、Apple 専用のソフトなんですよ。なので Windows の PC とか使ってる人としてはちょっと使えなかったりするんですよね。なんですが逆に Apple 専用のソフトなんで、例えば App Store とかでダウンロードしたなんかアプリとかの連携がめちゃくちゃいいんですよ。僕ね、Paste っていうねアプリを使ってるんですけども、この Paste にほとんどの Final Cut Pro の要はプリセットとかなんかデータっていうのを入れていて、テロップとかももうコピペで終わっちゃいます。それぐらいめちゃくちゃ効率化できる動画編集ソフトなので、超おすすめですね。でも正直編集ソフトの自由度で言うとプレミアとかダヴィンチリゾルブってめちゃくちゃいろんなことができるんで、それにはちょっと劣っちゃうかなとは思ってはいるんですけども、とはいえ結構必要十分というか、実際に YouTube を普通に作るっていう時にこの Final Cut Pro で足りないっていう部分はほぼないので、なのでその辺も安心して選んでくれればと思います。僕が本当に言いたいのは YouTube とかトークメインの人っていうのはこの Final Cut Pro めちゃくちゃおすすめなので、ぜひ使ってみてください。でちなみに Final Cut Pro に関しては買い切りと、サブスクどっちもあります。で僕はもう買い切りで使っちゃってるんですけども、やや今値段が高くて5万円ぐらいにはなってるんで、最初サブスクで Apple Creator Studio っていうのがあるんですけども、それで登録しちゃって使うっていうのもありかなと思います。ということで1つ目の動画編集ソフトが Final Cut Pro でした。で2つ目紹介したい動画編集ソフト2つ目がダヴィンチリゾルブです。これはもうカラー編集を本格的にやりたいんなら一択です。そしてね、ダヴィンチリゾルブのいいところって無料で使えるんですよ。エフェクトとかそういう部分は有料版だったりするんですけども、無料から始めることもできるんで、最初にねそのグラフィックの UI 使い方っていうのに慣れて、で慣れてきたら有償版に切り替えるってこともできるんで、そういうところも嬉しいなと思います。で僕はこの動画編集ソフトももちろん使っていて、僕がシネマティック Vlog とかそういうのを作るときには絶対にこれ使います。でさっきの Final Cut Pro ってもうビューンって感じで自動運転みたいな、もう本当に始まっちゃえばずっとこうルーティンみたいな感じで進めたりするんですけども、ダヴィンチリゾルブに関してはちょっと違って、もちろん基本的なねカットとかテロップ入れっていうのもできるんですけども、もともと発祥が色編集ソフトから始まっているので、やっぱ色編集の機能がめちゃくちゃすごいんですよね。細かい微調整ができるのも全然違うし、本当に編集してて全然色の出方違う、この動画めちゃくちゃいい色だなと思ってるのは大体ダヴィンチリゾルブで作られています。最近は本当にテレビとか映画の現場とかでも、本格的なカラリストっていう方を入れることも多くて、そういう人はダヴィンチ使ってるパターン多いですね。でそんな本当にプロの現場でも使われるような動画編集ソフトが、無料から始められると。しかも本当に先日の話なんですけども、最近写真編集の機能とかもついてきて、写真もダヴィンチリゾルブでいじれるようになったよということで、これも僕はめちゃくちゃ嬉しいんですよね。やっぱこう写真編集ソフトだと有名なのがライトルームっていうのがあったりするんですけども、ライトルームと比較してもダヴィンチの出る色ってやっぱ唯一無二で全然違うなと思ったんで、その色が出せるっていうのもかなり嬉しいです。このダヴィンチリゾルブをおすすめするのは、特にやっぱ色編集こだわりたいよって人とか、動画のクオリティにこだわりたい人っていうのは本当におすすめですね。このダヴィンチリゾルブの中でフュージョンっていう3DCG みたいなそういうのがいじれる部分もついてるし、本当にいろんなことができるので、かなりねおすすめの動画編集ソフトです。ぜひね使ってみてください。そして動画編集ソフト3つ目がプレミアプロです。でこれは例えば企業案件をやるとか、他のクリエイターと連携してなんかチームで制作するとか、もうそういう系は結構必須かなと思います。なんだかんだ言って今一番使われている動画編集ソフトっていうのはこのプレミアプロかなと思ったりしています。多分そうだと思います。で正直さっきファイナルカットプロの話したと思うんですけども、その時にプレミアプロをねもともと使ってて、やっぱこうちょっと重たかったりとか作業効率化ができなくてファイナルカットプロに移ってしまったんですけども、このプレミアプロ本当にできることが多いです。多分できることの幅だけで言うと一番多いんじゃないかなと僕は思っています。特にやっぱ Adobe がね
作ってるってことで、要は Adobe の他のソフト、例えば After Effects とか、Photoshop とか、Lightroom とかね、その辺のソフトとの連携っていうのもすごくうまくいくので、やっぱりいろんなことをしたいっていう時にプレミアプロを使ったことをすごく無難だなという印象はあります。ただね、僕がこのプレミアプロなんで今使ってないかの話で言うと、さっきも言った通り効率化がちょっと難しかったんですよ。なんかやっぱいろんな動画入れていくとちょっと重たくなったりとか、なんか機能が多すぎて少しバグが多かったりとかして、結構イラッとしちゃうことが多くて今使っていなかったんですね。なんですけど、改めてちょっとプレミアプロ最近見直してて、なんでかっていうと AI 関連の追加機能が多いからなんですよ。本当に最近2026年頭ぐらいから AI の進化がめちゃくちゃすごくて、でその AI の進化がすごいってことは個人がアプリを作りやすくなったんですよ。でアプリを作るときにやっぱシェア率ナンバーワンのソフトの方が使ってる人が多いからアプリ作りやすいですよね。ってことでプレミアプロに対応したアプリとかソフトウェアっていうのがすごく増えてます。すごく便利なものがたくさん増えてるので、もしかしたら AI を駆使して一番効率的になるのはプレミアプロかなと思っています。本当になんか映像業界の共通言語みたいなソフトなので、絶対1個使えてて損はないかなというソフトです。さっきみたいにシネマティック Vlog するならダヴィンチリゾルブだし、YouTube こういうトークをする、これがメインであればファイナルカットプロ、これは間違いないんですけども、じゃあちょっと無難なの使っておきたいとか、今後映像の仕事も受けたいよっていう人はこのプレミアプロは必須だと思いますので、ぜひね入れてみてほしいなと思います。はい、ということでここまで3つ紹介してきました。この3つが本当に王道の3つなので、さっきも言った通り、YouTube、こういうトーク系の YouTube とか、あとインタビューとかもそうですね、そういうのやるには、ファイナルカットプロが一番効率化、本当効率化したい人はこれだし、いやいやもっと色でクオリティ上げたいんやっていう人はダヴィンチリゾルブ、はたまたチームでやるよとか、あとは 3DCG とかもがっつり使いたいよって人はこのねプレミアプロおすすめですので、まずはこの3つから見てみてください。ケイスケの動画。はい、そして4つ目動画編集ソフトをご紹介したいのが、これ最近特に使ってる動画編集ソフトなんですけども、Vlue ですね。これめちゃくちゃ便利で最近使っています。でこの Vlue に関してはこの Vlue だけで完結するソフトではなくて、僕は Final Cut Pro と Vlue っていうのを使って普段はもう最強に効率化してるというものになっています。でこの Vlue っていうのは動画を入れるとそのままその動画っていうのを文字起こししてくれて、その文字のベースでカットとかそういうのができるんですよ。で何よりめちゃくちゃいいのがその文字起こしの精度と、あと読み込みの速さですね。例えばテキストを変えるとかテキストを改行するとか、そういった時にもめちゃくちゃ使いやすい UI で、本当にこれ入れて特にフルテロップ楽になりました。このねフルテロップ入ってると思うんですけども、これほとんど Vlue で作ってます。で Vlue に関しては月額制年額制選べるんですけども、僕はもう月額で契約していて、で本当は他の機能もあるんですよ。なんか画像とかから AI でなんか動画生成してくれるみたいな機能もあったりするんですけども、それはねいまいちです。テキストベースの編集はめちゃくちゃ優秀だけど AI ベースでなんか画像生成とかさせるとなんか僕はねうまくいった試しがないのでおすすめはしないんですが、文字だけに関しては本当トップクラスに超スピーディーに動画編集ができるんで、これは本当に使ってみてほしいですね。で軽く僕のね使い方としてご紹介しておくと、まずは Final Cut Pro でざっくりカットしてます。無音部分とか正直Vlueでもできるんですけども、僕の場合はざっくり Final Cut Pro でカットする方が早いので、Final Cut Pro でザーってカットしちゃって、でそれを Vlue に入れて文字起こしして、で一個一個文字修正していってフルテロップ作って、最後 Final Cut Pro に戻して、書き出しをするという方法でやってるんですが、もうこれすると本当にフルテロップ本来今までだと多分 3,4 時間かかってたのが本当30分ぐらいで終わります。これ超いいです。はい、この Vlue でフルテロップやることによって、例えば英語とか海外の言語にもね翻訳することができるんで、それもかなり嬉しいポイントかなと僕は思っています。でそう1個課金形態なんですけども、これに関しては年額より月額の方が僕はいいと思ってます。最近ね AI 系のソフトっていうのは本当に進化が早いんで、年額で課金してると多分1年間の間になんかまたいい感じのツールが出ちゃうんですよ。なのでいつでもそのツールに乗り換えられるように月額の方が僕はいいかなと思ってるので、そこだけね注意点ですかね。今日でおすすめの動画編集ソフトというかツールですね、4つ目が Vlue でした。でそして動画編集ソフトおすすめ5つ目と6つ目まとめてちょっと紹介しようと思います。その2つがフィモーラとキャンバですね。これキャンバの方が特に聞いたことある人多いんじゃないかなと
思いますが、この動画編集ソフト2つは難しいことはいいから、とりあえず簡単でいいからサクッと動画を作りたいっていう人向けの動画編集ソフトになります。より簡単にアプリとかインストールすらせずにブラウザ上でデザイン感覚でもう済ませたいんだったらキャンバの方がより簡単だとは思いますね。でももう少しクリエイティビティを出してエフェクトとかトランジションとかに凝りたいんだったらフィモーラがおすすめです。できることとしては僕の感覚で言ったらフィモーラの方が上ですね。でキャンバの方が少ないかな。ちょっとできることとしては少ないかもしれないんですけども、なんかキャンバの方がより直感的なんですよ。なんかピュッピュってドラッグアンドロップでいろんなことが進んでいく。もちろんなんかフィモーラも大体そんな感じで進んでいくんで、なんかどっちの方が動画編集いいかなってちょっと難しいところではあるんですけども、でも横動画を作るんであればフィモーラの方がいいかな。で縦動画を作るんであればキャンバの方がいいかなぐらいの感じで見てくれると始めやすいんじゃないかなと思います。で料金形態に関してなんですけども、キャンバに関しては無料から使えます。無料から使えてプロとかサブスク制で契約するともう少し使える素材が多くなったりとか、あと 4K で書き出したりとか長い動画を書き出したりとかします。で対してフィモーラに関しては年額制と買い切り2パターンがあって、で安いんですよね。フィモーラ買い切りで8900円とかなんかそのぐらいの値段です。なので正直フィモーラ使うんだったら買い切りでいっちゃった方がいいかなと思います。でプラスしてハイクオリティななんかトランジションとかそういうのが欲しいっていう場合はもちろん都度課金にはなるんですけども、ただねもともと入ってるフィモーラのプリセットで十分綺麗だったりとか、あとはねなんかフィモーラ本当にすごく簡単なんですけども、そのトランジションとかエフェクトとかちょっとこうファイナルカットプロとかプレミアだとなんか実装がめんどくさいけどおしゃれみたいなものがフィモーラにあったりするんで、なんかその辺結構かゆいところに手が届くなっていう印象があります。なのでとりあえず始めたいよって人が、横動画やっぱやるんだったら僕はフィモーラがおすすめで、縦動画をやるんだったらキャンバ、この住み分けでぜひね覚えておいてくれるといいかなと思います。ケイスケの動画。はい。で、ここまで PC の動画編集ソフトについて話していて、最後、スマホ環境での編集についてご紹介したいと思います。PC じゃなくて、スマホだけで完結させたいって人も多いですよね。で、正直僕はあんまりスマートフォンで動画編集はしないんですよ。どっちかというとパソコンの方が効率化できてるなっていう感じはするんですけども、スマホもね、たまに使うんでご紹介しておくと、スマートフォンに関しては僕は2択だと思って、まず1個はキャップカットですね。で、もう1個がプレミア。この2択かなと僕は思っています。で、まずプレミアですね。プレミアに関してはさっき言ったプレミアプロのスマートフォンバージョンです。で、プレミアのスマホバージョンなので結構できることも多くて、でなおかつスマートフォンで、プロジェクトを作ってそれをパソコンに引き継ぐとかそういうこともできるんですよね。やっぱ Adobe なんでその辺楽だったりとか、あと僕プレミアのスマホ編集ソフト結構使ってて嬉しいなと思うのが、なんか動画編集作っててその中の色からカラーとか提案してくれるんですよ。ちょっとかゆいところに手が届くなっていう感じはします。ただですね、スマホ版だけで考えた時にできることが多いのはキャップカットです。直感的にサクサク操作できるのもどっちかって言われるとキャップカットかなと思います。ただ一点だけキャップカットの注意点としては、商用利用、なんか案件とかで使うとかそういう場合っていうのは有償版じゃないとダメなので、そこだけ気をつけなきゃいけないなっていう感じですね。そうですね、スマホであんまり横動画編集するってことはないと思うんで、基本は縦動画の話をしておくんですけども、縦動画でちょっとなんかポップな動画作りたいとかそういう人はキャップカットの方が絶対いい。対してしっとりした動画っていうのかな、なんか丁寧な暮らしの動画とか作る場合はプレミアプロの方がなんかいいんじゃないかなと思ったりとかします。特に僕が使っててちょっとプレミアがいいなと思ったポイントで言うと、フォント名がちゃんと表示されるんですよ。キャップカットだとなんかポップとかなんかこんな感じみたいなイメージでフォントをね表示してるんですけども、それに対してプレミアプロはちゃんとそのフォント名で表示してくれるんで、なんかもともとデザインやってた人とかからするとやっぱプレミアの方がちょっといじりやすかったりするかなと僕は思います。とはいえね、この2つに関してはどちらもね PC 版にシームレスに連携ができます。キャップカットの方も連携はできますね。なので、例えば隙間時間にちょっと動画をスマホで並べておいて後から PC でがっつり編集するっていうこともできるんで、そういったねハイブリッドな使い方が一番ベストかなと思ったりします。結論さっき言った通りなんですけども、ポップな動画を作りたい、ザ・ショート動画っぽいのを作りたいんであればキャップカットおすすめだし、対してシンプルな動画作りたいんであればプレミアムプロの方がおすすめです。ケイスケの動画。
はい。ということで、長々と紹介してきました。いかがだったでしょうか。今回紹介した動画編集ソフト、7つ、8つかぐらい紹介しましたが、本当にどれもめちゃくちゃ素晴らしいです。素晴らしいんですけども、やっぱ選ぶときに本当に大事なのは、自分がどんな動画を作りたいかだと思います。なんか僕自身の話で言うと、現状はね、Final Cut Pro を一番メインで使ってて、やっぱ普段ね、こういうトークの YouTube っていうのが多いので、作業効率を最大化したいってことで Final Cut Pro を使っているんですけども、対して、こうやっぱ色にこだわりたいとかシネマティック Vlog 作りたいよって時はダヴィンチリゾルブメインに使っているし、でもなんかそんな話をしてても最近の AI の話とか見てるとやっぱプレミアプロの方がもしかしたらいいかもなと思ったりするんですよね。なのでYouTube やってる身としては本当にいろんなところにアンテナを張りながら、自分のスタイルに合ったツールっていうのをアップデートしていくのが一番ベストだなと思っています。とはいえ現状2026年現状はさっきも言った通り YouTube 系のこういうトークやるんなら Final Cut Pro 絶対早い。で、カラーをやるならダヴィンチリゾルブ間違いない。そしていろんなソフトの連携をしたい、チームでやりたいプレミアプロが間違いないです。で、あとはもう少し簡単に動画編集をしたいんであればフィモーラかキャンバー、縦だったらキャンバーですね、横だったらフィモーラがいいかなと僕は思っています。で、スマホで動画編集をするんであればポップな動画を作るんだったらキャップカットで、シンプルな動画を作るんだったらプレミアプロ、こんな感じで区分けしてみましたので、ぜひこの中から自分のスタイルに合ったものを選んで動画編集に進んでいただけると嬉しいなと思います。ちなみに今回ご紹介した中でこれ使ってみたいとかありましたでしょうか。もしあればぜひねコメントとかでも教えてほしいし、自分の使ってるソフトからこれにするか悩んでるんですよねとか、そういう話とかもコメントでくれると、あ、そうなんだって僕なりのねインサイトにもなりますので、ぜひコメントお待ちしております。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。